ってなると、思ったよりしょぼくないですか？そうですね、世の中の皆さん、この数字を、丸が2つぐらい多めに見積もってたんじゃないかと思う。なんか、ライブ配信サービスは金儲けばっかしやがって。浮いてこない話なので、俺が作ったゲームで儲けてんだな、いいな、羨ましいなっていうのもまあわからんくはない。私はゲーム実況側のことをね、偉そうに言っていかれればと思うんですけれど、ゲーム会社のこととかを加藤さんに伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。でじゃあ、ここが初公開です。ライブ配信で、どのゲームがどのぐらいゲーム実況で売り上げあるんですかっていう、フェルミ推定をやってきました。これめちゃくちゃ楽しみですよね。僕も知らなかったんで。今日配信をね、ご覧の皆様はね、貴重な瞬間に立ち会うわけですよね。いや、さぞ儲かってんでしょうねっていう印象ですよね、多分ね。いや、ゲーム実況者って、さぞやもうめっちゃ利益を上げていて、めっちゃ金儲けしてる悪の勢力なんじゃないかって多分思ってる人結構いると思うんですよ。結構いると思います。で、具体的にいくら儲かってんのっていうのを計算してきました。日本国内のゲーム実況で出ている売り上げって、ゲームタイトル別で言うとこんな感じ。つまり1位っていうのは、まあ、場合による、月によるんですけれど、グランドセフトオートとか、エーペックスレジェンズとか、バロラントっていうゲームが、これを実況している人の全売り上げ、国内で足すと2000万円ぐらいになると、毎月。そういう計算になります。ちなみにこの2000万を配信者全員で分け合ってるっていうことですね。はい、タイトルの合計がこれだってことですね。さらに言うと、プラットフォーム側とも分け合っています。ああ、そうですよね。もちろんそうですね。じゃあ、20位とかのゲームってどうなのと。20位もね、そこそこ人気ゲームですよね。まあ、最近ので言うと、デッドバイデイライトやブルーアーカイブとか、はいはい、はい、そういうレベルのゲーム、スプラトゥーン3とかそういうレベルの強力なゲームがいるわけなんですけれど、そこそこどころじゃなくてめちゃくちゃ人気のゲームですね。2021年に50位だったゲーム、アマングアス、パズドラ、ブレスオブザワイルドぐらいです。このクラスのゲームで月20万円ぐらい。ってなると、思ったよりしょぼくないですか？トリプル A 企業からしたら、2000万円とか50万円なんていう数字って、そんな欲しいかっていう数字だと私は思っています。経済規模的にもう無視できるほどの数字っていう感じですよね。だから、ゲーム会社、特に AAA のゲーム会社っていうのは、ゲーム実況を利用したいのではないか。取り締まるだとか、ここからお金を吸い上げるっていうよりは、協力したいとか、広告としてうまく活用したい方が気持ち強いかなって、私はゲーム実況側としては思っています。で、そういう仕事をしてきました。この辺、加藤さんに感じてもいかがでしょう？まあ、そうですね。確かにその金額的なメリットっていうのは、大企業側にはほぼないと思いますよね。大きな会社が例えば月15万よこせって言うかってなかなかちょっと、思えなくて、そうやって関係値が崩れるよりは、まあ、うまくやっていく方が絶対いいという判断に、まあ、通常はなるんじゃないかなと思いますし、やっぱり波風立てて、あそこの会社のゲームは実況するとなんか言われんだぜとか、実況しにくいねってなるよりは、そうじゃない、お付き合いをした方が、まあいいということに、当然なりそうだなというふうに思いますよね。なりますよね。だからガンホーさんのホームとか企画部の人の給料いくらだと思ってんだってなりますよね。なりますね。丸の内の一等地にある企業。ただまあ、おそらくですね、世の中の皆さん、この数字を、丸が2つぐらい多めに見積もってたんじゃないかと思うんです。パズドラレベルだったら、まあ、月5000万ぐらいお金ブンブン動いとんだろうなと。国内でもね。はい。国内でもね、なんかそういう印象をお持ちだったんじゃないかなと思うので、まあ、これを見ると、ちょっと考え変わりそうですよね。はい。じゃあ、あとライブ配信サービスが、まあ私に都合のいい話をするんですけど、ライブ配信サービス側からしても言いたいことがあって、ライブ配信サービスにとって9割ぐらいのチャンネルは赤字です。これは非常に強い言葉ですね。開発のプロジェクトマネージャーじゃなかったんで、お金いくらなのか知らないんですよ。厳密にいくらかかってるか本当に知らないんですけれど、多分9割、7、8割は少なくとも赤字のはずです。これは、まず9割ぐらいの方は、同時接続10未満で配信してるんです。はい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 。ってなると、月いくら売り上げあるのあなたのチャンネルっていうと、同時接続10以下の方は、ね、多分何千円もないですよね、売り上げ。ってなると、
これほどのインフラが AWS とか使ってる方は、くそー、サーバーめってみんな思ってると思うんですけれど、高いんですよ、サーバーって。はいはいはい。だから多くのチャンネルは赤字で、でもこうしないと、チャンネルの多様性というか、こう新しい新規チャンネルって生まれてこないんですよ。はい。で、アップルの裁判、フォートナイトアップル裁判って有名な裁判があって、ちょっと前話題でしたよね。そうですね。アップル税は高すぎるっていうのに対して、アップル側は、いやいやいや、高くない。9割のアプリは赤字なんだ。一部のうまくいってるアプリが全体を賄ってくれている。インフラ代を賄ってくれている。こうでもしないと元が取れないんだという話をしていて、もうそれに関してはでもすごく全面的にわかるというか、もうこうでもしないと多様性が担保できない。新進気鋭の若い学生とかでアプリを出す人とか、学生でライブ配信する人とかが出てきてくれないんで、このシステムじゃないとダメだなって感じています。でもあってライブ配信サービスも、なんか、ライブ配信サービスは金儲けばっかしやがってっていうわけではないと。いうことを知っていただけたらなと思っています。で、事務所系チャンネル。じゃあ、ゲーム実況十何年、20年近いゲーム実況の歴史で何ができたかっていうと、ライブ配信とかゲーム実況は好き勝手にやっていいよと。でも、事務所のやつ、事務所に入ってるお主らとか、特に有名なら VTuber の方とかは、ちょっと、お主らは別途ゲーム会社と契約しろと。あなたたちは個人ではないよね。だから、ゲーム会社と契約して、その売上の一部を払いなさいっていうシステムが生まれたと。2019年、2020年ぐらいに、このシステムが生まれましたよね、任天堂さんと。はい。で、多分、多くのゲーム会社がそうしたんだと思ってます。これが、私も人類にできる最適解かなと思っています。で、ここが問題になってくると思うんですけど、じゃあここまでAAA 企業とか大企業とか事務所とかの話をしてきたんですけれど、現実的にインターネット上で、ライブ配信サービスはゲーム会社にお金を還元しろっていう意見ってよく出てくるんですね。はい。出ますね。特にここを加藤さんにお尋ねしたかったです。はい。ゲーム会社って、インディーゲームの会社とか、まあトリプル A ではない会社って、プラットフォーム側がお金を払うべきって思ってらっしゃるんでしょうか？そうですね。私の観測範囲では、そういう方も稀にいますというぐらいで、ほとんどの方は、あんまりそれは考えてないと思いますね。はいはいはい。まあ、端的に言うと、配信してくれたら、まあ、嬉しいっていう方がもうほとんどだと思います。はいはい。やっぱりこう自分が作ったゲームが何か世の中に出ていって、自分が作ったゲームを誰かがプレイして喋っているのを見ると、やっぱり、作ってよかったなとかっていう感情を持たれる方の方が圧倒的に多いですね。インディの方ってやっぱりそのお金だけじゃなくて、自分の作りたいゲームとか、ゲームを愛していて、ゲームが好きで、クリエイターになりたくてなりましたっていう方がかなり多いですね。で、そうすると、自分のゲームが遊ばれてる姿を見るっていうのがやっぱり幸せなわけですよ。まあ一部例外もあったりとか、ちょっと違う事情があったりして、作った我々にも還元が欲しいよねっていう声があることは、まあ確かなんですね。私が思っているのは、15年前までゲーム会社にいらっしゃって、でそこから独立したり、違う業種に行った方が、最近のゲーム実況の状況を見て、いやいや、ゲーム会社からしたらありえないでしょ。売上還元しないなんておかしいでしょっていう方がいらっしゃるんですけど、いや、多分同じ業界にいたらそうは思わないだろうなっていうようなものとかもあるんですが、ゲーム実況をご覧になってない方が、もうそれに同調してリツイートされたりとか、ゲーム実況けしからんって思ってる方っていらっしゃるじゃないですか。そうですね。そこの理由の半分は先ほど、あやさんが示したような、数字を知らない。そこそこチャンネルに登録者数がいる配信者は儲かってんでしょっていう感情がやっぱり、あるっていうのもあると思うんですけどね。こんだけ儲かってますっていうのは、まあ、よっぽど儲かった人しか言わないじゃないですか。はい。なので、なかなかそこはね、浮いてこない話なので、俺が作ったゲームで儲けてんだな、いいな、羨ましいなっていうのもまあわからんくはないかなっていう。はいはいはい。であとですね、もうちょっと事情がある場合っていうのは、はい、一つはですね、ネタバレ系ですよね。配信されて謎を全部、この配信者が解いてしまうと、それを見たユーザーって最初から最後までもう全部答えが分かっているので、もう買って、もう一回その新鮮な気持ちで、
その謎に挑んで楽しめるかっていうと、もうそうはならないわけですよね。あるいはそのストーリーがすごく大事。で、このストーリーのこの部分を見て、みんなに感動してほしいとか、僕の考えてることをみんなに伝えたいんだっていう表現の場としてゲームを作ってらっしゃる方が、これも全部ネタバレされてしまうと、開発者の方としては、やっぱり何も知らずに、純粋な気持ちでゼロから、ゲームをやってほしかったなっていう気持ちもちょっと芽生えるかなと思うんですね。そうすると、はい単に、配信されて嬉しいというのとは違う感情も芽生えるので、でもせめてじゃあ、売り上げの還元があるんであれば、そういうのも許容できるかなとか、そういう気持ちが芽生えたりするのも、人としては当然あるのかなっていう気が。でただ、じゃあ、配信がなかったら、そのゲームを買ったのかっていうのはわかんない。そうなんですよ。よくゲーム実況で若い子にハマっている方って、わしは年だから、RPG60 時間をやる力はないんじゃ。みたいな方もいらっしゃって、そうそうですよね。いう方に対して、いや、買ってプレイしなきゃっていうの難しいなって思う場面は結構あるんですよね。売り上げに貢献してるとも、売り上げを阻害してるとも言えないっていうこともあるので、はい。はい。だから推理系はやっぱり、すごく、そもそもライブ配信にとかゲーム実況、動画化に制限かかってるものありますし、そこは 100% 尊重すべきだと思います。私も。そうですよね。はい。絶対尊重すべきだと思います。はい。おっしゃったように、はいお金で還元があれば納得できる。ではないのかもしれないなとも思ってます。さっきの最初の理論で言うと、そうですね。プレイしてほしいからゲームを出してるんだったら、お金はいらないから、ファーストインプレッションでやってほしいみたいなうん。のもあるなと思っています。はい。あともう一つはですね、これ私の周りで実際に起きたことなんですけど、一つのゲームがはいなんか人気になる。で、いろんな配信者の方が配信をする。そこまではいいんですけど、その後に似たようなパクリゲーが出るわけですね。こういうゲーム業界ではよくあることなんですけど、そっちを配信して、そっちの配信が人気で、で、なんかオリジナルゲームよりこっちのゲームの方が面白いね、的な流れで、話しちゃったりすることがあるわけですね。そうすると、やっぱり最初に開発した開発者の方って、なんか配信でそういうことを言われると、やっぱ傷ついてしまうわけですよね。で、そうやって人の心を傷つけて配信をしてお金儲けをしてるなんてありえないって思うのも、これもよくわかる。っていういろんな議論の中に、人が作ったゲームで儲けてるんだったら還元した方がいいんじゃないかっていうのが、出てくるんじゃないかな。いろいろあって、明確に線は引けないんですよね。そうなんですよね。で、他の側面のお話もしますけれど、じゃあこれはサービス側でゲーム会社にお金を戻すシステムを作っちゃえばいいんじゃないかっていう話もあるんですけれど、いや、思ったより実はお金儲かってないんだよっていう。まずそこですよね。下手をするとマイナスが飛んでくるぞっていう。さらに言うと、結局ボツになっちゃったもので、自動でゲーム会社が金を払うから、このゲームプレイしてよみたいなマッチングサービスを作りたいみたいなプロジェクトとかも見たことがあったので、はい、ゲームが大きくなればなるほど、サービス側がお金払ってよってあんま言ってないなっていう背景をちょっと見ています。だから難しいよねって、お金の部分って本当に難しいよねっていうところがあって、ありまして、次、はい、なんともう40分以上経っているので。いやー、早いもんですね。早いもんですね。だいぶ喋りましたね。だいぶ喋りましたね。はい。